時間の長さより弾ける状態にあるかどうかが全てです。練習時間が長いほど上達するという考え方は半分しか正しくありません。毎日5分触れ続けた人と、週末にまとめて2時間練習する人では、1ヶ月後の上達に明確な差が出ます。この差は脳科学的にも説明ができるようです。技術の習得は長時間の練習より短時間の繰り返しによって定着します。毎日5分の練習は週1回2時間の練習と比べて脳への刺激回数が7倍あります。この頻度の差が上達速度に直接影響します。続く人がやっていることを考えてみます。一つ目、ギターを出しっぱなしにしている。ケースにしまっているギターはなかなか弾かれません。取り出す手間という小さな摩擦が今日はいいかの理由になります。続く人はギターをスタンドに立てかけ、部屋の目に入る場所に常に置くよう心がけるでしょう。視界に入るたびに手が伸びる。ソファーに座って無意識に手が届く場所にある。この環境設計が毎日ギターを触れる習慣の基盤となっていきます。2つ目、完璧な練習をしようとしないことです。続く方は今日は1フレーズだけ。チューニングして1音だけ鳴らしてみる。それでも良しとするでしょう。5分弾いて終わりにする日があっても、触れた事実が積み重なっていきます。完璧な練習ができない日に、どうせ今日は無理だから、と完全にやめてしまうケースと、たった5分でもギターに触れたケースとでは、1年後に大きな差が生まれることは容易に想像ができます。3つ目、弾けなくても自分を責めないことです。今日うまく弾けなかった。それでもいいんです。昨日の自分と今日の自分だけを比較するように心がけます。他の方とも理想の自分ともできるだけ比較はしないようにします。SNS などで上手な演奏を見て落ち込むことは特にしないようにしましょう。自己評価の基準をうまく弾けたかどうかではなく、今日も触れたかどうかに置くこと。この基準設計が長期的な継続を支える重要な心理的な技術となるでしょう。4つ目、弾く時間を楽しみとして設計しています。続く人にとって練習は義務ではないでしょう。一日の中の自分だけの時間として設計されているように感じます。仕事が終わった後、子供が寝た後、朝の静かな時間。その時間にギターを弾くことが一日の中の楽しみになっている方は、もうやめる理由はないですよね。続かない方がやっていることを考えてみます。練習環境の準備に時間とコストがかかってしまう。ケースからギターを出したり、チューニングをしたり、椅子と譜面台を準備したり、教材を探してみたり。この準備だけで10分かかる状態では、なかなか練習を始める前に気力の方が消費されてしまいます。練習を始めることのコスト。このコストが高い環境にいると、毎日の練習が重い義務になってしまいます。まとめてやろうと先送りにしてしまう。今日は忙しいから週末にまとめてやろう。この判断が繰り返されると、週末も別の理由で先送りされてしまいます。まとめてやる練習は計画としてはもちろん存在するんですが、習慣にはなりにくいです。習慣になっていない行動は生活の中での優先順位がどうしても低く設定されてしまいます。その結果としてギターはいつかやることのまま時間が経ってしまうんですね。音の問題で今日は弾けないが積み重なってしまう。マンションなどの住まいで夜しか時間がない場合、通常のギターでは今日は遅いから音が出せない
という日が週に何日も発生するでしょう。この弾けない日の積み重ねが習慣の形成を妨げてしまいます。継続において最も危険なのは、やめるという能動的な決断ではなく、弾けない日が積み重なることで自然消滅していくパターンです。夜でも弾ける。準備が少ない。ヘッドホンをつければすぐ始められる。この条件は、弾こうと思った時に弾ける。この状態を最大化します。続く構造は意思で作るものではなく、環境で作る方がはるかに早く楽です。どれだけ強い意志を持っていても、弾けない環境では継続は難しいと思います。逆に弾けない理由がない環境では、普通の方でも自然に続けていけるでしょう。ギターの上達は時間の長さではなく、ギターに触れた頻度が重要です。5分でも触れた人は1年後に別の景色を見ているでしょう。今日5分だけ弾いてみてください。完璧でなくていいです。上手くなくたっていいんです。ただギターに触れたという事実があなたの未来を変えるきっかけとなるでしょう。サイレントギターについてクラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。